皆さんご安全に。ゆうです。今回は私のバイクの5度目の車検に向かっています。もう5回目か。時が経つのは早いなと思いながら品川の陸運局を目指しています。 SR の点検整備はバイク屋さんにやってもらったので、今日は検査を通すだけです。最近またこのバイクの車種は何ですかっていう質問が多いので、改めて私のバイクのご紹介をします。こちらのバイクはヤマハの SR500。SR400 はロングセラーバイクとなりましたが、 SR500 は20年以上前に廃盤してしまったモデルなので、あまり聞きなじみがない方も多いかもしれないです。割と最近までずっと1983年式だと思ってたんですが、車体番号から考えるとそれよりも 2,3 年くらい早いぞっていうことが判明して、リアルな製造年式は1980年ぐらいだろうとなっています。いずれにしても泣く子が黙る初期型 SR ということには変わりはありません。最初はもちろんオリジナル状態だったのでしょうが、私がヤフオクで購入した時点では原型をほとんどとどめておらず、かなり改造された状態で購入しました。全く知らない方から買った、しかももう少しで車検が切れるといったそんな状態の SR だったんですけど、記念に撮ったお写真がこちらです。これはこれでかっこいいですよね。当時を振り返ると購入するに至るまでも紆余曲折ありまして、初めはちゃんとしたバイク屋さんで SR を買いに行こうとあるバイクショップを訪れたんですけども、入り口近くに飾ってあった SR がまさにすごくいい状態で、わー素敵だなと思って、ニヤニヤしながら駆け寄ってジロジロ見てたら、あんなの子にはダメダメ、キックしかないからこれと門前払い。 YouTube も SNS も発達してなかったですし、女子が SR に乗るっていうイメージはあまりない世の中だったかもしれません。そんなちょっとほろ苦なバイク屋デビューでしたが、なんだかんだあってこの子と巡り会えました。またそんな話は今度したいなと思います。とそうこうしているうちに到着しました。陸運局の目の前の予備車検場は予約なしでライトの工軸調整をしてくれるので、いつもお客さんでにぎわっています。前に車がいたのでまだ始まらないかなと思ったら、もうライトの工軸調整をしますってことだったので、思わずエンジン切ってしまいましたが、もう一度キックスタートです。めちゃくちゃ手際のいいお兄さんで10秒ぐらいで終わりました。はい、大丈夫です。止めてもらって中でお支払いします。滑るんでゆっくり。ここは検査をしてからお支払いをするという流れになっていますね。緑の床が大変滑りやすいので要注意です。お願いします。工軸代が2500円、自賠責も一緒に入りました。多分保険契約してくれた方へのサービスでドリンクを1本いただきました。気温35度超えの猛暑日だったので、本当に喉が渇いていてとても助かりました。ありがとうございます。車検に必要な用紙もここでもらうことができます。ユーザー車検にはいろんな人がいる。外国籍の方なんですか？外国籍の方で。すごい。今からバイクに乗る。そう
教習所の。ああ、本当。よかったら今度一緒に行ってあげてください。素敵すぎちゃって、本当。あ、忍者。うわー、すごい、こんな色あるんだ。今から車検ですか？はい、継続車検で。頑張りましょう。100均茶こし付き手作りフィルターでいざ。なんとやっても慣れないのがユーザー車検。後ろに並んでいたいかつい代行屋さんが助けてくれました。一時はどうなるかと思いましたが、無事合格しました。ありがとうございます。これでまた2年間よろしく頼むぞ SR さん。帰り道は私お手製のキロメートル表記スミスで帰りたいと思います。このスミスのタコメーターにはスパイバリという今の最大回転数を表示する赤い針がついていて、これをリセットするとまた1から今の回転数をスパイするように追いかけてくれます。でも実際走ってる時に凝視できないので本人はあまり見れません。残念。安心したのか急にお腹が空いてきてピットイン。遅めのランチ、そしてお疲れ様会を開きましょう。以前から前の道を通るたびに気になっていたお店へ。こんな時間でもやってくれていてありがたいなと思いながらいざ。どれも美味しそうで迷います。入ってびっくりしたのが天井や背もたれが京都の西陣織になっています。折り紙のようで美しい。一番人気のスパイスチキンカレーにしました。美味しそう。いただきます。とても美味しかったし、妙に居心地のいい空間でまた来ようと思いました。これからも大切に SR に乗って旅やツーリングなどバイクライフを楽しみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは皆さんご安全に。